空港や滑走路の新設・増設を行う際、広大な面積の土地が必要になることは想像に難くありません。特に国土が狭く平地の少ない日本では、それらの土地を確保するのは非常に困難なことです。そのため、それら空港用地を海上に求める事例も多く見受けられます。例えば羽田空港の沖合展開事業で、羽田沖を大規模に埋め立てた土地が現在の羽田空港のベースとなっています。また関西国際空港では、世界初の完全埋め立ての人工島を作ることにより空港用地を作り出していますが、大きな地盤沈下が発生していることはご存知の通りです。その関西国際空港の反省を生かす形で、かつて神奈川県の横須賀沖に実験用の小さな滑走路が存在したのはご存知でしょうか。もちろん横須賀沖の小さな滑走路というのは米海軍の空母ではないことは言うまでもありません。その場所に作られたのはメガフロートによる浮体空港の実験施設で、大きな鉄の箱を海上に浮かべたもので、実際に航空機の離着陸が行われました。メガフロートは埋め立てを行わないので、環境負荷が小さいこと、工期が短いこと、拡張が容易であること、フロートの内部空間が利用可能であることなどのメリットがあります。メガフロートの実験施設は横須賀の追っ浜の沖に2000年頃に存在していました。今回の飛行機のイロハは数多くのメリットを持つにもかかわらず採用されなかったメガフロートについて紹介していきます。1994年に開業した関西国際空港。ここは比較的水深が深く、かつ地盤の柔らかい海域を埋め立てたことで、現在までに10メートル以上の沈下が起こっています。関空の建設の際には1970年代に造船工業会から浮体式による提案がなされ、埋め立てと比較検討もされていました。この浮体式滑走路という考えは1920年代から存在しており、アイデアとしては比較的昔から存在しているものです。また当時の運輸省も浮体式の滑走路は技術的に実現可能であるとしています。しかし浮体式は大規模な構造物の実績がなかったことや、浮体式陣営の政治力のなさ、コストと耐久性についての技術的課題が未解決であったことが原因となり、最終的に関空は埋め立て方式での建設に決定しました。そして1995年には運輸省の支援を受ける形で、国内の鉄鋼メーカー5社と造船会社12社で構成されるメガフロート技術研究組合が発足。メガフロートの広報・技術開発を目的として設立され、実際にメガフロートの実験施設が作られることになります。メガフロートの実験は運輸省の指導のもと、日本財団の補助事業として行われました。実験は大きく2つのフェーズに分けられます。まず長さ300メートル、幅60メートル、深さ2メートルの実験施設が横須賀市の住友重機械工業の造船所の沖合に作られます。各地の造船所で分割して製作されたフロートが海上運搬されて現地で接合されます。フェーズ1では分割されたフロートの接合方法や耐久性の検証、波浪や潮の干満による浮体構造の変異や振動および騒音、時期の影響や日射等による金属の変形などが調査され、空港としてメガフロートを用いたとしても機能上問題ないことが確認されています。そして続くフェーズ2が1998年より始まり、長さ1000メートルのメガフロートを用いて本格的な滑走路を作成することになりました。このフェーズでは
最も大きいもので383メートル ×60 メートルのユニットが愛知県内で作成され、タグボートによって横須賀沖まで曳航されました。フェーズ1と同様に現地で浮体を接合することになりますが、わずか4ヶ月の工期で本体工事を完了させています。埋め立てによる地盤形成の場合、地盤改良などを含めると10年単位となることもありますので、この工期の短さは大きなメリットであると言えます。表面はアスファルト舗装を行い、長さ1000メートル、面積81ヘクタールになる実験施設は完成です。空港機能として必需品である ILS も設置されましたが、実際に飛行機がここに着陸する前に一つ検証が必要となりました。日本にある多くの滑走路には着陸する際に正しい着陸コースへ飛行機を誘導するためにPAPや ILS と呼ばれる設備が設置されています。メガフロートの場合、波浪や潮の干満による上下動は人間が不快と感じない程度まで小さいと言われています。それでも波浪によりフロート自体には微小なたわみ振動が発生しており、それに伴い ILS グライドスロープの誘導電波やPAPにわずかながら誤差が発生することから、着陸に対して影響を与えるのではないかと懸念されていました。そのために運輸省航空局の IS-11 によってローパスが幾度となく行われ、 ILS が問題ないか検査が行われます。その結果、東京湾内の小さな波浪では ILS やPAPに運用上問題ないことが判明しています。 ILS に関する試験が終了した後、 ILS の設備は撤去され、2000年7月から10月にかけて実際に航空機が離着陸する試験が行われました。滑走路の長さが約900メートルと短いことから、実際に離着陸に使用されたのは主にアイランダーやドルニエ228といった小型の航空機。なお一部には YS-11 がメガフロートに離着陸したとの記載もありますが、 YS-11 が着陸したと記述のある文献、写真を見つけることができなかったので、この件は不明としておきます。そしてこの実験により技術的に浮体空港が実現可能であることを証明し、2つのフェーズで6年間にわたる実験が終了しました。この実験で使用されたフロートは分割され、静岡市、南あわじ市、南伊勢町で海釣り公園として再利用されています。また静岡市で使用されたフロートは事故が発生した福島第一原発へ輸送され、フロート内部に汚染水を貯蔵するためのタンクとして活用されました。メガフロートによる実験が終了した2000年頃、羽田空港の再拡張に伴う4本目の滑走路の検討が始まります。4本目の滑走路候補地は多摩川河口に位置しており、川の流れを阻害させないように河口部にあたる場所は埋め立てによる造成は不可能でした。そのため2002年に羽田空港再拡張事業広報評価選定会議が設置されます。桟橋工法、埋め立て桟橋組み合わせ工法、浮体工法の3工法が検討され、3工法とも致命的な問題はなく、工費・工期についても大きな差はないと結論付けられました。この工事は設計・施工を一括で発注する方式としており、設計から施工・維持管理計画の作成まで一括して行う方式でした。その結果、大規模な空港建設工事の履行期間内で安全・確実な施工を担保するために、各工種の企業で構成される異工種建設協同企業体 JV を組むことが求められます。当然、先のメガフロートの実験を行った造船・鉄鋼業界のみでは、この工事の入札に参加することはできません。そのため、日本国内のゼネコンやマリコン数十社に JV への参加を打診しますが、すべて断られてしまい、参加資格の JV を組むことができませんでした。
こうして羽田空港の4本目の滑走路の建設にタイ工法での入札参加ができず、メガフロートによる滑走路建設という目的は果たすことができませんでした。最終的には羽田空港の4本目の滑走路は埋め立て桟橋組み合わせ工法が採用され D 滑走路として運用されています。もっともメガフロート技術研究組合を構成していた企業のうち鉄鋼メーカーはどの工法が採用されてもビジネスになることは付け加えておきます。またこの時期中国が急速な経済発展を遂げていた時期であり、金属価格が高騰したこと、元は造船不況により空いたドックを有効活用するために提唱したメガフロート計画でしたが、この頃には造船需要が回復し、メガフロートよりも船舶を作った方が収益性が良いことから、造船業界でもメガフロートへの熱意が薄れつつあった時期でもありました。メガフロート技術研究組合の発足やメガフロート滑走路による実験と前後して沖縄の普天間基地返還に伴う辺野古への移設に関してメガフロート工法も候補として検討されていました。これについてはメガフロートの実績がなかったことや東京湾より海が荒れている海域であることから防波堤の設置が必要となりコストがかさむこと、そして地元沖縄の経済に配慮することが理由となり、埋め立て工法で施工を行うことになりました。メリットが多いメガフロート工法ですが、残念ながら政治力の弱さや実績のなさが原因となり、他工法との競争に敗れてきました。羽田や辺野古の後はメガフロートに関する目立った動きは見られないですが、大きな工事でメガフロートが採用されるためにはコスト的に合わないのかもしれませんが、小さな工事で地道に実績を積み上げていくしかないと感じるのは素人の考えでしょうか。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。